WLS Workout。こんにちは。 WLS ワークアウトです。今回は主犯免許 FAQ の第8回目をお送りしたいと思います。今後も FAQ シリーズをやっていきますのでお楽しみに。今回の FAQ はというより、今回は FAQ ではなく Q&A になります。ノンアルコール飲料の販売には主犯免許は必要なのかというテーマです。最後までよろしくお願いします。今回の Q&A は、右肩上がりを続けているノンアルコール飲料の販売には主犯免許が必要かというテーマです。まず、そもそもアルコールを売るには免許がいることはご存知ですね。過去のこの動画の中でも、ビールやお酒、ウイスキーなどを売るためには主犯免許が必要ですよと何度もお伝えしてきました。それでは最近人気のノンアルコール飲料を販売するためには主犯免許は必要なのでしょうか。酒税法ではアルコール度数 1% 以上の飲み物のことを種類と定めています。なので、それに満たない飲み物はノンアルコール飲料となります。ノンアルコール飲料という呼び名とは別に微アルコール飲料というものもありますね。この微アルコールというのは一般的にアルコール度数 0.5% 前後のもののことを言います。前述の通り、アルコール度数 1% 以上でアルコール飲料となるので、微アルはノンアルコール飲料となります。さあ、今言ったノンアルと微アルですが、これらの飲料を販売しようと思ったら、種類販売業免許はいるでしょうか。ノンアルコール飲料はアルコール度数 0.00%、微アルコール飲料はアルコール度数 1% 未満、1% からは種類です。酒税法で種類とは、アルコール分1度 1% 以上の飲料を言い、種類の販売業をしようとする場合には酒税法に基づき販売場ごとに販売業免許を受けなければならないとされています。この規定に基づき、ノンアルコール飲料と微アルコール飲料は種類に該当しませんので、酒税法に基づく種類販売業免許を必要としません。それが免許がいるかどうかに対する結論です。ただ、主犯免許を持たなくてもこれらの飲料を販売することが可能ではあっても、それはあくまでも酒税法に基づく規定によればという点に注意しておく必要があります。ノンアルコール飲料、つまりアルコール度数 0.00% とは言っても、アルコール飲料からアルコール分を抜いたものと言ってもいいこれらの清涼飲料水は、メーカー自体が未成年者の飲用を想定したものではありません。未成年者ではなく、あくまでも成年者を対象とした飲料ということです。また、微アルコール飲料に関しては、分類上ノンアルコール飲料に含まれるとしても、確実にアルコール分は含まれています。微量ながらもアルコールを摂取して車両等の運転をしてはいけないということくらい皆さんご存知ですね。また、ノンアルコール飲料を製造しているメーカーサイドから販売契約上アルコール飲料と同様の販売方法を求められることもあり、その契約に違反した販売方法をした場合には民事上の問題が発生することもあるかもしれません。さらに、厚労省が定める種類に関する自主基準の中で、ノンアルコール飲料についての記載があります。その中で、ノンアルコール飲料とは、アルコール度数
0.00% で味わいが種類に類似しており、満20歳以上の成人の飲用を想定推奨しているものとすると書かれています。さらにノンアルコール飲料の容器の表示として、製品に20歳以上を対象としている旨を表示する。2、既存のアルコール飲料と同一のブランド名および誤認を招くような類似する衣装は使用しない。また種類については小売業者に対する販売管理研修において、区分陳列、年齢確認の上、消費者に販売するよう指導されていることに鑑み、ノンアルコール飲料についても同様に対応するものとするとされていることから、主販免許を取得していなくてもそれ自体の販売は可能であるが、その販売方法については社会的な要請を受けて慎重な取り扱いが求められていると考えられます。まとめ、ノンアルコール飲料を販売するために酒税法上の種類販売業免許は取得する必要はありません。しかしその販売方法にはいわゆる清涼飲料水とは異なる取り扱いが必要です。主販免許のことはわからないことはもちろん、知っていることであってもその道の専門家か税務署に尋ねてしっかりした回答を得てくださいね。ということで今回はここまでです。それではまた次回お会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。